いやー、体のあちこちが痛いですね。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない薄汚い欲望とともに寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、また始まっちゃいましたね。どうも、世界を滅ぼすチャンネルを運営しておりますネガティブマンチャンネル、ネガティブマンと申します。そうですね、今日は都知事選のねことについて語りたいな。それを包括する政治ね、人間のね醜さについて語りたいなって思います。もうね、とにかく都知事選におけるね百合子と斎藤蓮舫のね醜い争いについて思うことが派生して、政治の薄汚さ、この日本のね植民地国家の日本のねこの薄汚さにね絶望するわけですよ。何なんでしょうね、嘘ばっかり言って公約も守らないでね、あんなの権力闘争ですよ。百合子と斎藤蓮舫のね権力闘争ですよ。私都民なんでね、都民歴もう30年ぐらいになりますかね。毎回こうね耳障りのいいことを言われては裏切られてきました。まあね、なんやかんや行動して、なんやかんやねあれですよね、なんて言うんでしょう、全然開かない踏切を解消することをね推し進めたね石原都知事が一番ね使えた都知事だったとしか言いようがないですね。感想としてはね、いいんです。それでいいんですよ。何かね任期中にね、4年の任期中に何かやればいいんですよ。もうね、まあね、斎藤蓮舫とね小池百合子の薄汚いね女の喧嘩をね見せられてね、どうせ小池百合子が勝つんでしょ。要するにまだ出馬してするかしないかわからないこのね現状で語っちゃいますから、どうせ出ますよきっとね。まあね、この薄汚い権力闘争でね都民は置き去りですよ、常にね。そして衆議院選挙でも参議院選挙でも同じことなんですよね。我々国民主権のね、国民主権というなんて言うんでしょうね、非常に薄い本当はね上級国民と権力者のなんて言うんでしょうね、持ち回りと申しますかね、お金を配るその作業にね我々利用されているだけですからね。何度も申し上げますが、私はね日本は滅びればいいと思ってますけれどもね、だからこのままでいいんですよ。自民党も支持しますしね。ただ小池百合子と斎藤蓮舫のね醜い争いはねつかみ合いの喧嘩になればいいなと思います。それはさておいて、やっぱりやっぱり植民地国家なんですよ日本はね。そして割り当てられた国費、我々の税金をどうやってむしり取るかっていうのはね、与党自民党この日本を30年衰退させた国家のなんて言うんでしょうね、やりたいことですからね。そしてこの国富国民が築き上げたいろんな富をアメリカに流していくという作業ですよね。それだけなんですよ。植民地国家なんですからね。この東京都知事になったら、じゃああれですよね、この東京の空をアメリカの空軍から引き渡してもらうっていうことを公約に掲げてもらいたいですよね。
そう、関東の空はアメリカ空軍のものですからね。もうこれをもってね、植民地だと言い切ってもいいぐらいですよね。ベルリンの空はね、イタリアの首都って何でしたっけ？ローマでしたっけ？よくわかりませんけれどもね。あんなクソ国家のことは知りませんけれどもね。首都の空はね、アメリカ空軍のものじゃないですからね。日本はもうね、戦後全く独立してませんからね、皆さん。そうね、嘘だと思ったらググってみてくださいよね。東京の空は誰のものなんだってことですよね。まずそこからしてもね、分かっていただけると思いますけれどもね。そうとにかくね、そう国民主権なんて嘘ですからね。上級国民が上級企業に命令を下して、上級企業がまあ大企業だったりね、そういうのがね、自分たちの言うことの聞く国会議員に票を入れるようにね、組織票なるものをね組んで、または創価学会もそうですけれどもね、そうこの議員に入れなさいで入って、はい分かりましたってこうね、労働奴隷たちは従うんですよ。ね、アホですね。こんな国はね、本当に滅びた方がいいと思います。もう一度ね、私何度も言ってますけども、一度ね、ちゃんとね、内戦を起こしてね、焦土と化せばいいと思いますね。やっぱりそこから、その焦土から生まれる、本当にね、そう武器を持った独立した国民がね、何人であれ日本人だと思います。本当にね、笑い事じゃないですよ。そうなんです。独立してないですから、独立国家じゃないですからね、日本はね。独立国家の首都の空はね、他の国の空軍に支配されませんからね。当たり前ですね。当たり前です。もう天才ネット軍師として非常にね、国家を憂うるとともにね、そう世界を滅ぼすものとして、人類の敵としてね、ああ日本は滅びるんだろうなとね、こうね、地獄の淵の池、蓮の池にねとどまるお釈迦様のような悲しい目でね、今の日本を見つめているのがこのネガティブマンです。そうです。という感じなんですよ。そうね、この組織票っていうのをやめればいいんですよね。企業献金もね、パーティーという政治パーティーを介して企業献金っていうのをもらっちゃってるんですからね。もう企業献金ももう全面的にやめるべきだしね、やったら死刑にするべきだし、そう組織票もそうなんですよ。組織票なんていうのはね、一人一票の国民のね、一人一人の票をね、無駄にするろくでもないね行為を、これを禁止しないことがもうすでにおかしいと私は思いますけれどもね。そして一応ね、この選挙に行ったらこう区切られてるわけですからね、めちゃめちゃ隠してですよ、めちゃめちゃ隠してね、創価学会に言われようとね、組合に言われようとね、上級国民の上級企業に言われようとね、やっぱり意地でも違う名前を書くっていうのがね、一人の独立したね、大人のやるべきことなんじゃないですか。組織票っていうものを本当にいいダクダクと本当に飲むからね、もういくらどれだけ時間が経ってもね、政治は腐ったままです。そうあいつらね、それで中選挙区制なんでね、地方にいるね2世3世議員はね、いくらでもねわがままし放題で必ず通りますから、選挙にね、国民のことなんて考えるわけがないんですよね。そしてまたね、この明日から公示される東京都知事選でね、醜い女の喧嘩を見せられるね我々にとってね、私ネガティブマンは本当にうんざりしています。
ね。そうぜひともね違う名前を書いていただけ。でも違う名前を書いたら票が分散してね、そう小池都知事にね、仕事を回してもらっている、または利用している上級国民や上級企業の組織票が入って圧勝するんですよ。ね、もう政治、もう選挙制度も腐ってるし、選挙に行く連中も腐ってるし、救いようがないですね。もうね、悲しいですね。これを悲劇と言わずして何を悲劇というのでしょう。我々は独立した国家の国民でも国民主権でもない、そんな国家に生きているわけですね。もう滅ぼすしかないですね、ある意味ね。そうなんですよ。それが悲しいなと思って、そうね、政治のことなんてね、本当はあんまり語りたくはないですけれどもね、仕方ないですね。そうね、日本はねずっと変われないんですね。戦後80年経ちますけれどもね、根本的に独立国家じゃないですからね、変わりようがないのかな。とにかく日本国民がね頑張った国富、国の富をね上級国民とねアメリカの株主たちに手渡しているというね、そんな80年90年100年にねこれからなっていきます。そして我々はね、なんて言うんでしょうね、自殺する順番を待っている、死ぬ順番を待っているというような、そういうねろくでもない状況なんですね。いけませんね。そんなことじゃいけませんけれどもね、変わるとも思えませんね。第2第3の山上が現れてもきっと変わらないでしょうね。そうなんで言うんでしょうね。そしてね、アメリカのような第2のね成功した移民国家となってね、モザイク国家となってね、文化もねクソつまんなくなってね、 LGBTQ とかね、いろんな配慮をされてね、そうわけのわかんないことになって、国はぐちゃぐちゃになって滅びますよ。そう活力はそんなないですからね。アメリカはねガーファとかありますけれども、日本はもう何もないですからね。そう資源も何もない国家ですからね。弱体化の一途をたどるでしょうね。悲しいですね。昭和20年、いや昭和19年18年19年20年ぐらいね特攻していた、特攻でね死んでいったお兄様方にね顔向けする顔がありませんね。そうね、あの世に帰って見せる顔がありませんね。私もね天才ネット軍師としてね生まれたんですけれどもね、そうなすすべなかったですね。そりゃそうですよね。全部が全部愚かであればね、大軍に兵法なしと申しますけれどもね、国民全体が戦う気がね全然ないんですから、それはもうねネット軍師としてはお手上げですよね。というね悲しい現状です。という悲しいね絶望の話をしてみました、ね。この国にうんざりしているのでね、やっぱり早期に滅ぼす、内戦に持ち込んで焦土と化す、ね、そこから日本の国土が4分の1、3分の1ぐらいになるかもしれないけれども、ね、焦土から立ち上がる、ね、そういう戦士たちが作る国が本当の、ね、ネオ日本、ネオジャパンになるんじゃないのかなという一縷の希望を、ね、天才ネット軍師として示しつつね、今日は話を終わろうと思います。それではね、世界全体、この地玉と書いて地球がね、明日にも今日にもね、
滅びますように。ネガティブマンでした。